は英語の勉強についてお話ししたいと思います。私は英語の勉強を始めて4年経つんですけど、コロナが始まったぐらいから英語を勉強し始めたので、おそらく4年ぐらいになるんですが、どうやって英語を勉強しているかっていう質問をいただいたので、それについて、話していきたいと思います。今ニュージーランドに住んでいて、海外のことだったり英語のことだったり発信しているので、チャンネル登録してない方はまだしてない方はお願いします。それではスタート。まず、今はもうしてなくて、私が勉強し始めた頃にしてた2つについてお話ししていきます。まず1つ目が、オンライン英会話を受けるです。私が本当に、ちょっとこれ、アホ毛がすごいな。気にしないでください。そう、私がオンライン英語を始めてすぐにオンライン英会話を申し込みました。なんでかっていうのは、どういうふうに英語を勉強したらいいのかっていうのが分からなくて、学校では、英語の授業を受けてましたけど、高校からはそんなに集中してなかったので、全然覚えてないんですね。で、どういうふうに勉強したらいいか分からなかったので、オンライン英会話だったら、的確にアドバイスもらえるかなっていうことで、その頃ね、ちょうど流行ってたんですよ。で、価格もすごい安く受けられたので、レアジョブっていう、おそらく今は一番有名なのか分かんないんですけど、その当時一番有名だった、オンライン英会話を6ヶ月ぐらいやりました。やっぱり先生はみんなフィリピン人だったんですけど、やっぱり先生なんで優しく教えてくれるので、初心者にはとってもいいと思います。で、もう一つが、配信を英語でやるっていうことです。今はもうちょっとやってないんですけど、前は Twitch っていう、配信のプラットフォームで海外向けに発信をしてました。その時はみんな、日本人じゃなくて海外の方なので、コメントくれる方も英語だし、私が話すのも英語だし、英語でやり取りしなきゃいけなかったんですね。なんで、スピーキング力は上がったかなと思います。Thank you for coming. So yeah, nice to meet you. If you first time to come to my channel, okay, let's next time maybe Tuesday. Uh, bye bye. Hope you have a good weekend. I will take a vaccine tomorrow. So yeah, guys, thank you for coming. Where to go now? Where to go now? We're gonna go to music bar. That's where I was going to with Kaomi-san tonight. By the way, can I stream? Huh? Can I stream there? I mean, she was telling me before, like the other day, that like they have like Wi-Fi down there. I think she streamed it before, Japan. I don't know. No, I think she said it was okay. But that was before when she was with us. Music bar sounds perfect. Yeah, music bar. あとはそういったつながりで、海外の友達ができたりもしました。またね、やりたいと思うんですけど、ちょっと今 YouTube に時間を割いてて、あんまりできてないです。その2つが、やってたことです。で、これから、何個か、今やってることについてお話しします。ちょっとおそらくビデオが長くなりそうなので、パート1とパート2に分けてやると思います。では、まず1、独り言で
英語を話す。これはすごくいいなって思うし、英語勉強している方は多分みんなやってると思うんですけど、頭の中で素早く言いたいことを英文にしてそれを口で言うっていう。でそうすると実際の会話でスムーズに話すことができるようになります。で私は、それはいつもやってるんですけど、それに加えて例えば日本語で話す時も自分が日本語で答えて、例えば友達とかに質問されて自分が日本語で答えて、その後英語だったらなんて言うのかなっていうことをたまに考えたりもしています。では2、YouTube で英語の文法について見るです。やっぱりね、文法は学校で習ったし最初にやることなんでもう知ってるっていう方がほとんどだと思うんですけど、繰り返し見ることでその文法の構成を忘れることを防いだり、使い方の間違いに気づいたりします。なんかやっぱりさっき言った通りに文法は結構最初にね勉強する初めに文法を学ぶ方が多いと思うんですけど、その後スピーキングにフォーカスすると間違った文法のまま話してたりするケースもあるんですね。なんで一回文法やって話せるようになってまた文法をやると、これ違った使い方してたなとかそういうのが見えてきたり、普段使わないようなやつ、自分では使わないようなやつだけど聞いたことがあるような文法だったりも再度、復習することができるのでおすすめです。私がいつも見てる文法の動画について説明している先生がすごく上手なので、その方の YouTube のチャンネルをリンク貼っときます。では次3、AI と話す。これは私はチャット GPT を使ってるんですけど、おそらく英語にフォーカスしたものも今はたくさんあると思います。私はただ無料で会話の練習をしたかったのでそれを使ってるんですけど、結構たくさん質問をしてくれるのでスピーキング力の向上につながると思います。相手も人間じゃないので緊張せずにリラックスした感じで話せるし、新しい、語彙とかも学べるのですごくいいです。AI、私が使ってるチャット GPT の無料版は私が例えば間違った英語を話してても直すことはできないんですよ。ただ、会話が終了した後に、チャット、自分が話した内容が確認できるのでその後復習することができたり、あと例えば私はニュージーランドに住んでるのでキウイアクセントで話してって言うとそれで話してくれるので、そういうのもねすごく便利だなと思って私は時間がある時に AI と話しています。Hi, ChatGPT. Yep, I'm your ChatGPT, always here to chat and help you out. What's on your mind today? I've been studying English for 4 years, and there are still a lot of things I don't understand. What is the most efficient way to study English? To study English more efficiently, try focusing on these methods. 1. Speak regularly. Practice speaking daily, especially with native speakers or language partners. 2. Active listening. Listen to English media, like podcasts or news, and try to mimic the accent. 3. Interactive learning. Use apps or join language groups to make learning engaging. 4. Feedback loop. Get regular feedback on your speaking and writing. 5. Immersion. Surround yourself with English in your daily life, like watching movies or reading. What specific areas do you feel need the most improvement? I want to improve my speaking skill,
but at the same time listening school because since I came here, New Zealand, I'm struggling with Kiwi accent. Improving both speaking and listening is a smart approach, especially with the Kiwi accent. Here are a few tailored tips. こんな感じで会話の内容を終了後に確認することができます。はい、4番。海外の YouTube を英語と日本語の字幕が見れるアプリを使って見るです。これは、日本語と英語両方出るんですけど、初心者ね、全くわかんない方は日本語も見なきゃなんで見てもいいと思うんですけど、私は日本語はなるべく見ないようにしてて、ただ英語を聞きながら英語の字幕は見ます。なんでかっていうと、聞き取れない単語とか知らない単語が出てきたり、あとリンキングされた音を見逃すことなく聞くことができるので、一緒に字幕も見てます。あとは発音の練習、例えば R とか L とか、たまに話してる時もあれどっちだっけっていうのがあると思うんですけど、それも耳だけだとわからないっていう場合があるので、文字と音で聞いて、見るようにしています。それで、そのリンク貼っとくんですけど、すごく便利だなって思うのが、例えば、わからない単語が出てくるじゃないですか。そうすると、そこの単語をクリックすると、その意味とか使い方、あとは発音も練習ができるので、普通の YouTube の、英語字幕だけだとそういうのってできないじゃないですか。だからそれがすごく便利だなって思います。なんで、もし学習している方はぜひ使ってほしいアプリです。すごくおすすめです。Be a new thing to try out. Hopefully this works. Now to prepare this toshikoshi soba, we only need a few ingredients. 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 Ingredients.はい、こちらで、パート1を終わらせていただきます。パート2は来週かまた再来週あげたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録して、次の動画をお待ちください。バイバーイ。